Welcome to リンヤマンチャンネル。今回は、京二さん、頑張れー回です。頑張ってください。めちゃくちゃそわそわしてきました。お願いします。今年の6月に試合があるっていう話で、その話を聞いて、率直にリンヤマンとしてはどういうふうに一報を聞いたときに感じたのか。を聞いたというか、怪我された時も自分 ATT いたし、次も同じ相手になりそうだなぐらいのところまではいたので、特には、あれですけど、でもなんですか、胸の胸骨か、お怪我された時には、もう試合やっちゃおうかなとか、チケット取ってくれてる人もいるし、みたいなことも言ってたんですけど、自分としては、すごい京二さんらしいけど、万全のコンディションでやってほしいなみたいなのは、めっちゃあったんで、なんかそれもなんかこうそうですね、それちょっと次でいいんじゃないですかぐらいのことは言いつつ、しっかりなんか直前の今週出た動画とかもコンディション良さそうだし、すげえいいタイミングでやっと復帰戦ができるんだなっていうワクワクですね。対戦相手のウランベコフ選手の印象っていうのは、なんか最初に映像を見て感じたものとかってありますか？298、UFC298 の時に、ちげえわ、311か。僕ガフロフとやった時ですね。1試合前だったんですよ。同じコーナーだったんで、控室とかが一緒で、ハビーブもいたりして、身長でかみたいな、フライかみたいな、とは思いましたね。僕と同じかちょいでかぐらいだったのかな。でもやっぱその分スーッと細いんですけど、足とかこれ蹴られて大丈夫なのかなとかっていうのはやっぱ細い足はちょっと見ると思いますね。ミット忘れたからミット貸してくれっつって。そんな会話もあり。ぬるまごが高谷さんに。高谷さんもぬるまごじゃなかったら貸してねえってあの人道具をすごい大事にする方なので、ぬるまごだから貸したみたいなとかもあったりは、それはちょっと余談ですけど、ウランベコフ自体は組はもちろん、打撃にもちゃんと綺麗にコンパクトにスイッチして両方蹴りもバランスよく出せるファイターだなっていう感じですね。組になったらボディロックからテイクとか、小手も使うっちゃ使えますけど、ボディロックからテイクダウンとかが好きかなっていう印象ですね。京二さんの試合になっていく中で、どういう展開になっていくと予想されますか？予想っていうかすんのもおこがましいですけど、でもやっぱスタンドの京二さんの足の使い方、他の国にはもちろんないし日本にもないし、やっぱスペシャルなんですよ。足の使い方が UFC の場はめちゃくちゃ生きると思うんですね。雷神のリングでよく滑ってたし、毎試合ザラザラだって言うじゃないですか、UFC のケージの上は。そこはザラザラでサークリングで円の動きとか横の動きが強い京二さんはより生きると思うんですよ。自由な戦い方ができると思って、で捕まえらんないなとかやってる時にこうフェイント来たりするわけですよ。それもグリップ効くから多分強くかかるし、カーフと、お腹効かして僕はしっかり削っていくと思います。序盤から結構ウランベコフもなんかフレームでかくてそれでよくプレッシャーかけたりしてるんですけど、京二さんにはかけきれずちょっとカーフとか腹もらって組に行きたくなるウランベコフだけど、それも切れると思います全然。だから僕はそのまま打撃で削ってテイクも混ぜたりして安定勝ちもあるし、その延長でKO とかもあると思います。もちろん僕は結構いいんじゃないかなと思ってますね。でも言うてもウランベコフ相手にこれを想像できることが異常ですけどね。そもそもウランベコフ相手にこういう風に勝つんじゃないですかって話せるなんか道筋がパッて思い浮かぶのもえぐいっす、やっぱり京二さん。だからそんぐらいウランベコフも隙がないんで、基本的に、ストライキング、レスリングも強い、寝技もできるのファイターですけど、もうパンパン、こういう組み立て方で全然いけんね。でももちろんウランベコフもそういうのを想定して練習はしてくると思いますけど、あの場の初速のスピード感の違いは
もう絶対明確に出るんで、先手取って僕は効かして焦らしてリズム狂わせるんじゃないかなと思ってます。これいつもより結構熱入ってます、完全に。実際ウランベコフも自分的には上位トップ5とかトップ3に勝っても全然おかしくない選手だとは、思ってるんで、アルバジーとかケープとかみたいですけど、まあ軽量失敗が何回かあるみたいでちょっと冷遇されてんのか分かんないですけど、でもそういうすっげえ嫌だけど強いっていうファイターですね。まあそれはでも UFC も絶対分かってることですね。ウランベコフ選手17勝2敗なんです。強いファイターではあることは確かなの。まあ復帰戦っていう相手にでそのウランベコフ選手っていうのはまあどうなのか。まあそれは普通の選手であればその不安要素になるところを京二さんは全く気にしない人なんですよ。復帰戦がどうとか異国になったからどうとかしょうがねえ楽しむしかねえじゃんで、そんなこと気にしちゃってでそこからそれでいける人なんで全然関係ないです。まあハードルが高いことは確かです。もちろん、責任感も多分すごい強い人だと思うし、もうとにかく人生が表してるじゃないですか。なんか近くにいて俺が感じたことどうこうとかよりも全部を捨ててアメリカに一人で行ってそこで10年以上ほぼ一人でやってきたじゃないですか。格闘技っていうものに対する忠誠度、忠誠心っていうかの高さとかも多分比べ物になんないものだと思うし、人としてめちゃくちゃまっすぐな人ってことだと思います。それは、そんぐらいやれるなんかすごい人ですね。その真剣度ぐらい日常でふざけたりもしてます。なるほど、ちょっかい出したり。だからもうあれです、やまないですジムではもうずっと京二さんの周りに光がバーみたいないない練習がちょっと寂しかったりとかもありますね。いたら京二さんこう追い抜く人にちょっかいかけたりとかっていう感じっすね。すごい人です。本当ですね。だから全然こういう試合とかもクリアできるんだろうなとか思いますね。そうですね。京二さんの愛そのものがロイみたいなイメージっす、自分は。めっちゃなんかだから可愛くてみたいなまっすぐな犬がもううわーってやるのもすごいなんか楽しいですね。京二さん家に行くのとかもすごい楽しいし、ロイ君の存在はめちゃくちゃ大きい。絶対それももう家族じゃないですか。京二さん、京二さんなら絶対できます。ぶちかましてください。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。京二さん、いやだってまだもう